どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回の動画でチャーム爆買いを行ったのですが、見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は、概要欄のリンクから見てやってください。とある野望を抱いていろんなものを購入したんですけど、なかなか大量の買い物になってしまいました。そんなとある野望なんですが、実は前回の動画では何なのか明言してなかったんです。大体購入品で想像ついている方もいらっしゃるかもしれませんが、よくわかっていない方もいると思います。というわけで今回は、そんなとある野望を考えたきっかけ、そしてその野望が何なのかをお話ししていきます。個人的に結構ワクワクしている取り組みなので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速野望についてお話ししていくんですが、皆さんは水草を育成する際、定称は何を使っていますか？これは聞かなくてもいいレベルだと思うんですけど、誰もが口を揃えてソイルと答えると思います。それだけ今のアクアリウムではソイルで水草を育成することは当たり前だし、ベターだと考えられています。土を焼き固めたソイルという定称は、もともと肥料分が入っていることや水質を弱酸性に傾ける性質を持っているため、ほとんどの水草の育成を簡単にしてくれます。初心者でもまずイメージする定称はソイルであり、そのソイルの中からどの製品を使うかというところから思考が始まるのが今のアクアリウムです。おまけにほとんどの熱帯魚は弱酸性から中性の水を好むため、水草育成をしない場合でもソイルは頻繁に使用されます。ソイルが生まれる前と後でアクアリウムそのもののあり方がガラッと変わったと言っても過言ではありません。それだけ世の当たり前として浸透してきたのは、ソイルがそれだけ優秀だということを言葉以上に証明しているのではないでしょうか。そんな天変地異を巻き起こした万能定称ソイルなんですが、メリットだけでなくデメリットも多くあります。一つは水質調整作用が長続きしないことです。基本的に半年もすれば栄養分もなくなり、水質を弱酸性に保つ力も消えると言われているため、水槽の長期管理をするのにはあまり向いていません。このソイルの肥料切れこそが1年ごとにレイアウト水槽をリセットするという定説を後押ししているのではないかと思います。まあ頑張れば数年以上維持することも可能ですが、そうなってくるとそもそもソイルじゃなくて良くなりますからね。ソイルのいいところをなくした状態でいかに長期維持するかというのは、玄人にとっては面白いと思うところだとは思いますが、個人的にはやはり管理が楽になるに越したことはありません。もう一つのデメリットは、水草を引っこ抜くのが難しいことです。ソイルは土であり、がっつりと水草の根が絡むこともあって、粘りのいい有形層を引っこ抜こうとすると、あっという間に水槽内が汚泥まみれになります。また、ソイルは潰れるので、少し低床を触っただけでも、あっという間に水槽が濁ります。これは正直どこまで生態や水質に悪影響があるかはわかりませんが、見ていて気持ちのいいものではありませんし、作業の視認性を著しく妨げます。なので、ソイルで水草を育成する場合は、基本的に植栽したポジションから水草を移動させるのは難しいと考えて差し支えありません。そんな感じで、他にもいろいろデメリットはあると思いますが、個人的に野望を叶えるための障壁になってくるのは主にこの2つです。というわけで、つらつらとソイルという提唱について語ってきたわけですが、ここでとある野望は何なのかを発表したいと思います。その野望は何なのかというと、砂利でダッチアクアリウム風水草ストック水槽を作りたいです。何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、大真面目に考えています。砂利で水草というのは、水草育成がうまくない自分からすると途方もなく大変なことだという認識があったんですけど、とあることをきっかけに考えが変わりました。
そのきっかけというのは、昨年発売された月刊アクアライフ12月号を読んだことです。そのアクアライフの特集は水作りであり、いろんなスタイルの水の作り方が書かれていました。中でも目を惹かれたのが、そのアクアプランツファームの園原さんという方の記事です。この方はそのメソッドというやり方でアクアリウムの管理方法を発信している方で、自分もちょくちょくメソッドの名前に関しては耳に挟んだことがあったのですが、具体的にどういった手法なのかは知りませんでした。全体のメソッドを存じ上げないのであれなんですけど、今回のアクアライフで掲載されていたのはその PB メソッドという方法です。 PB というのはピートベッドの略で、低床にピートを敷くことで砂利でも熟成された低床を作ることができるというやり方のようです。あまり詳しく解説すると支障がありそうなので、かいつまんでお話しすると、基本的に栄養分が全くない砂利という低床の下に有機物が堆積して作られたピートを敷くことで、保肥性の向上と水質調整作用を付与するという手法です。これを見たときはなるほどと思いましたね。通常砂利は栄養分を含まないため、水草を育成するための栄養素は生態や水草の枯れ葉などが堆積することによる有機物で補う必要があります。ということは、時間をかけてバランスが取れていくわけで、水槽を立ち上げてすぐに水草が育成できる環境が整うわけではないということですね。それをピートを入れることで、最初から有機物が含まれた土壌にしようという考えのようです。これ想像しただけで楽しいですよね。だって砂利って半永久的に使用できるので、環境が整えばソイルのように定期的にリセットする必要がないんです。これに関してはピートの栄養分がなくなったらどうなるのかを把握していないので何とも言えないところではありますが、少なくともソイルよりは長持ちすると思います。おまけに先ほどお話ししたソイルの欠点である粒が崩れる心配がないため、水草を引っこ抜いても水槽内が濁りませんし、比重が重いため植栽もしやすく、水槽内で舞いません。自分は結構水槽内の濁りを気にするタイプなので、低床をほじくり返したら多めに水替えをしたくなっちゃうんですよね。それが生態にとってあまり良くないことでも気持ち多めにしちゃうからいけないです。そういった懸念もなく気軽に水草を抜いたり差し戻ししたりできるのはめちゃくちゃ大きな利点です。以前動画でアップした水上栽培の水草を水中でストックするための30センチキューブ水槽は、動画ではまだお話ししていませんが、いろんな問題点があり、つくづくソイルでの水草ストックは面倒で期限があると痛感させられたんですよね。そういった経験も踏まえて、このアクアライフのそのメソッドに感銘を受けたわけです。話が長くなってしまい申し訳ないんですが、この前提をお話ししておかないと、これからすることがすべてこいつ何してんだ状態になると思ったのでご了承ください。そういった背景があり、この度水草ストック水槽を砂利でやろうと思ったんです。ちなみにそのメソッドで紹介されていた用品類はケイ砂とピートモスだったんですが、ケイ砂に関してはよく情報がわからなかったため、水質にできるだけ影響がなく、角も尖ってなくて色味も好みな津軽プレミアムを採用しました。そしてピートモスはそもそも苔などの植物が堆積してできたものなので、じゃあケト土でもいいじゃんって感じでケト土にしました。ピートモスだと使う時に水で戻したりしないといけないって書いてあって面倒だなと思っちゃったんですよね。こういうところが大雑把な性格の悪いところです。これで失敗したら笑ってやってください。というわけで今回はこれから本格指導していく野望についてお話していきました。正直レイアウト水槽とかも作りたいんですが、最近は水草のコレクション意欲が爆上がりしており、長期的になおかつメンテナンスしやすいストック水槽が欲しいと思ってたんですよね。すでにダイソーのガラスポットを数十個持っており、それで水上栽培管理はしているんですが、
水上でやらかした水草はとりあえず水中にドボンさせれば生き残りを回収できるので、そういう時に使える避難場所としての意味合いもあります。未だにコレクションしている水草を多用して作った水槽はなく、もはやコレクションすることが目的になっているまであります。手段が目的に変わってしまったいい例ですね。これがいいことかどうかはさておき、趣味は自分のしたいことをやるのが真理だと思いますので、これからも自分の本能の赴くままに突っ走っていきたいと思います。そんな感じで次回は今回のお話を踏まえて新たな水槽を立ち上げていきますので、乞うご期待。というわけで今回はここまで。